皆さんこんにちは。今回は長谷川200分の1トライスターを作る動画です。この大変味のある箱絵からもわかるように、こちらは長谷川旅客機シリーズ最初期の頃のもので、ところどころその古さを感じさせる部分もありますが、全体的にトライスターの美しいフォルムがよく再現されたキットになっております。今回はいくつか尾翼周りに少し改造してみたりウェザリングをしたりして仕上げました。かなり古いキットなんですが、再販などもあってフリマサイトや中古屋さんなどでもよく見かけるので、お探しの方はぜひチェックしてみてください。また往年のライバル DC10 と作り比べてみるなんてのも面白いかもしれません。では今回もよろしくお願いします。というわけで開封していきます。デカルパッと見は綺麗なんですが、使えたらラッキーぐらいの感覚で水につけてみると一瞬でバラバラになってしまいました。この新しいパッケージの最近再販されたものなら大丈夫だと思うんですが、こちらはあまり出回ってない印象で、かなり高い値段がつけられていることも多いです。古いキットはよく見るんですが、その際はもうデカルは自作すると諦めて、安く売られてる TWA やキャセイのものを選ぶのもいいかと思います。ちなみにこのキットは接着剤付き。この時点でもうかっこいいトライスターの形をしておりますが、毎度おなじみ今回もポリパテを使ってまずは窓を埋める作業からやっていきます。乾燥時間、引けの少なさ、削りやすさからポリパテを選びましたが、この辺はお好みでエポパテやプラボを使うのもいいかと思います。古いキットなので動力なども含めモールドは幅が広くもっさりした印象ですので、全て埋めてしまいました。僕は塗り分けと書き込み、それからデカールを使って後に再現するんですが、ここら辺はもちろんそのままでもいいですし、表現の好みに合わせて彫り直したりするのも面白いかと思います。コックピットウィンドウの精度も高く、バリなど綺麗に処理すればぴったり収めることができます。僕はデカールでやることが多いんですが、透明パーツを生かしたクリア派にも嬉しいポイントかと思います。一方トライスターの顔についてなんですが、コンステレーションやエレクトラといったロッキードの他の機体と同じくどこか団子っ鼻っぽい愛嬌のある顔つきなんですが、キットはこの表現に少し物足りなさを感じました。思いつく改造法としては、コックピット接着前に軽くこの辺りにパテを盛り、整えてから窓を取り付けることでこの折り目をきれいに出しつつ鼻を再現できるのかななんて思うんですが、今回は接着後に気づいてしまったのでやっておりません。でもう一点改造していく点が、第2エンジンインテークと胴体の間の隙間、それから直径です。比べてみると実機はかなり間が設けられていることと、なんとなく直径自体も小さいような気がします。このように線を入れ一旦分割して持ち上げます。この辺りは今回もコツコツ旅客機さんというブログを参考にさせていただきました。まずはタミヤのエッチング層を使って垂直尾翼ごと切断。インテーク直径は上部に割りを入れ強引に貼り合わせることで直径を縮小します。切断面にかさ増し用のプラ板を貼り付けます。ハサミで大雑把にカットして後で成形します。ある程度揃えたところでインテーク上部のラインも直線になるよう削り、実機らしさを出すとともに割りを入れて楕円になったインテークをできる限り正円に近づけます。で最後にリップのパーツを取り付けると、縮小したことによる段差ができているので削ってサイズを合わせていきます。で尾翼とインテーク周りのパーツが出来上がったので仮組みして比べてみます。インテークの直径縮小と隙間拡大の違い分かりますでしょうか。エンジン周りといえばトライスターは再現する時期によってノズルの長さが異なるので注意です。今回はトリトンブルーなどでカットして短縮していきます。また切断した断面はそのままだと厚みがあるので、デザインナイフでくり抜くように薄く削っておきます。こちら側も同様にエッジを薄く削っておきます。ノズルとパイロンのつなぎ目はプラ板を細く切ったものでつなげました。でノズル先端はもう少し細めの方が良かったかなと今になって思ってます。そしたらガタガタのつなぎ目にごってりポリパテを持って成形します。でさらにトライスターといえば機種の部分に特徴的なスリットやインテークなどがあります。キットは立体で再現されておりますが、今回は後の機体仮面に行う金属表現の研ぎ出しなども踏まえて全て削り落としデカールで再現することにしました。あとはサフを吹いて胴体の工作は終了です。いつもながら一度では綺麗になりませんので、ラッカーパテとサフを何度か繰り返し綺麗な表面を作っていきました。で多少塗りづらくはなるんですが、この段階で主翼を貼り合わせつなぎ目を完全に消しておきます。まずは貼り合わせる面のサフを落としアロンアルファで接着。で翼の角度などを調整しつつ全体のシルエットを見ていきます。隙間などはラッカーパテを使って埋めておきました。こういう部分のヤスリがけはすごく難しいというか、とても根気がいりますので、心を無にしてサンディングマシーンになったつもりで削りました。ここからはデカールの作成や塗装に向けて顔つきやフォルムが合っているかなど確認のため、いろいろ書き込んでみて問題がないか見ていきます。シャーペンやコピックなどを使って書いてますが、表面に傷をつけてしまわないよう気をつけます。これでまあまあ納得のいくところまでいったらマスキングテープにトレースします。トライスターの特徴的な窓の上のラインがその水平になるところだけトレースできれば、あとは大雑把で大丈夫です。
左右どちらかだけ書き写したらマスキングテープを剥がし適当な紙に貼り付けスキャナーで読み込みます。あとはこれを元に線を引いて図形を作って塗りつぶして窓を作ります。使っているソフトはイラストレーターですが、無料のものだとインクスケープというソフトがおすすめという話をよく聞きます。最近はそっちもいじってみてるので、そのうちインクスケープを使ったデカール作成の動画などを作ってみようかと考えてます。何かご要望などあればコメント欄までお願いします。プリンターの印刷解像度的にこれほぼ潰れてしまうんですが、リベットなども追加しておくとないよりはいいような気がしてやってます。あとは色を整えて右側を複製して完了です。また古いキットあるあるですが、翼端のエッジが欠けていたり丸くなっていたりすることがよくあるので、こういった部分はマスキングテープで縁取り瞬間接着剤を充填で、乾燥後に研ぎ出すことで簡単に修復できます。あとは通常通りサフを吹いて他のパーツと同様塗装に備えます。翼の下のエンジンも組み立てていきます。こちらも中央のエンジンと同じようノズルの短縮を行いました。インテークの内壁の厚みが薄いのとファンブレード全面に出っ張りが来てしまう構造なので、ここはエポパテで内壁の厚みを作ることでこれらを解決していきます。まずはパテの食いつきを良くするため表面を削りエポパテをくっつけ、次に濡らした竹串など丸いものを使って転がすように成形していきます。ファン取り付けの溝に入ってしまった部分はきれいに取り除いておきます。左右を貼り合わせ接着、内側合わせ目にもエポパテをくっつけコロコロしてなじませます。排気ノズルとパイロンの隙間もエポパテを詰めてつなげていきます。使っているのは水をつけた朝食スティックです。いろんな角度からペタペタやって形を整えていくわけですが、ノズルが太すぎるのをお気づきでしょうか。改めてエポパテを貼り付けた部分やインテーク全円をヤスリで整えていきます。こうして見るとナセルの形も実物の RB211 エンジンとは結構違うような気がしますが、ここは諦めます。胴体やその他同様サフを吹いて確認します。最後に白サフを研いで紙ヤスリ1500から2000番で研ぎ出して完了です。では塗装工程に入っていきます。まずベースとなる白ですが、今回はガイアノーツの EX1 ホワイトを使いました。比べれば違うというぐらいの差ですが、クレオスの GX1 に比べて若干温かみのある色をしてます。胴体色であるとともに主翼や胴体仮面に塗るシルバーの下地という意味合いもあるので、機体全体をホワイトで塗装しました。ツヤありホワイトをベースにしたシルバーは明るく、軽量そうな金属感を出すことができます。この辺は完全に好みだと思いますが、機体を全体的に明るく、そして濃淡は少なくというのが最近のマイブームです。シルバーをクリアで保護した後マスキングしてグレーの部分を塗っていきます。トライスターのグレーの色味は調べてもよくわからなかったので、普段使っているガイアノーツのニュートラルグレー1と2のミックスです。主翼も色々と塗り分けていきます。ここはコロガードと同翼の隙間のグレーの部分、範囲がややこしいです。それからレドームを下半分をグレーにして先端は黒く塗装、スポイラーやフラップ、エルロン、エレベーターそれぞれトーンを変えていきます。別のシルバーをベタ塗りするというよりは土台のシルバーを透けさせるように白やグレーなどを薄く塗って色味を変えていきました。それからスラットの可動部のような部分も縫い分けてみました。実機写真を確認してもうっすら見えるかどうかというのがほとんどですが、情報量を増やす目的で少し大げさにやってます。あとはコックピット下のアンチグレア、反射防止の部分ですね、艶消しブラックの部分を塗装。コックピットデカール、アンチグレア、レドームや黒丸など全て揃って最終的な顔つきが決定したところで、デカールの印刷サイズ調整と一緒にトリトンブルーのラインを探してマスキングしていきます。続いてブルーの塗装ですが、曲面も多く複雑でなるべく染み出しを避けたいので、ブルーの前に一度クリアを吹いておきます。薄めに希釈したクリアをテープ境界を狙って、あくまで感覚ですがこれ以上やったら染みるというギリギリを狙う感覚で吹き付けていきます。こうすることで後の青がテープから染み出すのを極力減らすことができます。ブルーはクレオスのカラーセットを使用、水色を塗って紺色という順番で塗り分けました。その後も色々と細かい塗り分けを進めます。インテーク内部はエナメルブラックを筆塗りし、リップのマスキングをして、ここにかぶせるようにシルバーを塗装することで黒との境界がぼやけて奥行き感を出しています。最後に塗膜の保護とデカールに備えて艶ありのクリアをコートしておきます。デカールは自作のもの、それからビオクロゴなどは前回のスターラートリブレで余ったものを使用。十分に濡らしたら位置を合わせていきます。今回ロゴ以外の大部分はインクジェットプリンターで自作したデカールを使っているんですが、問題が2つあります。まずはドア縁などの白の印刷ができないこと、それから窓の色が青に透けてしまうところです。また窓はグレーで行きたかったのもあり、サイズの近い B6 の窓を使うことにしました。JAL 機であれば胴体は真っ白なので自作デカールで対応できますからね。なので先に貼った自作デカールは窓の間隔を確かめるガイドとして上から切り刻んだ B6 用のグレー窓を貼っていきます。ここら辺も好みだと思うんですが、トリトンブルーの
機体にはグレーの窓を合わせるのが好きです。逆に現行の JAL は黒っぽい窓が映えるような気がするんですけどね。多分今までのデカール張りで今回のこれが一番しんどかった作業でした。ドアの白縁はこれまた以前のスターラトリプルで余ったものを切り刻んで使用してます。デカール乾燥後クリアで保護しつつ厚塗りし、デカールの段差がある程度見えなくなるまで研ぎ出します。次は最後のパート、ウェザリングなどを行っていきます。まずは機体の下半分、シルバーの部分なんですが、金属の屋根のようなものを追加していくため、薄く溶いたエナメルホワイトというよりは色のついたエナメルシンナーといった方が近いくらいに薄めたものを筆跡を上下に残すように塗っていきました。下地は艶ありのクリアです。加減が難しいんですが、最終的にはかなり薄く、言われないとわからないくらいのところで落ち着きました。今後の工程もありますので、一旦ここまでをクリアで保護します。次は書き込みやウェザリングマスターなどを使うので、艶消しクリアを使って保護していきます。パネルラインを書き込んだり、そのラインに沿って汚れを追加したりしました。白や焦げ茶などをすり込ませるような感じで追加してみました。でこれもまたクリアで保護。続いて機体後部にもパネルラインの書き込みとそれに沿った汚しを行っていきます。書き込みはマステをペタペタやってあまり目立たないようなじませます。ラインに沿ってパネル縁の汚れをエナメルブラックで追加。シンナーをつけて拭き取った筆でぼかしたり伸ばしたりするんですが、何回やっても苦手な作業ですね。ウェザリングマスターを使った汚れもありとあらゆるところに追加していきます。実機の汚れ方も調べてもよくわからないので、この辺ももう完全に想像でやってます。実機写真を見ていてよく見たのがこれ、翼面にたくさんある黒点とそこから出た汚れっぽいものなんですが、こういった小さいのはシャーペンで描いて指で伸ばすとそれっぽいです。第2エンジンパイロンの後ろ部分、白でハイライトを入れてみたり、ラダーのトーンを変えてみたりもしました。エンジンのロゴは自作なんですが、ただ白ベースになるので、これもいつも使わないで余っている尾翼デカールから切り出して重ね張りしました。エンジン排気周りもエナメルを使った汚れを追加し、黒を伸ばしてクリアで保護してから機体と同じ感じで白の縦塗りも行いました。最後に全体をクリアコートし、物理的なエフェクトを加えていきます。1500番から2000番の紙ヤスリを使ってパネルラインを縦方向に磨き、ヤスリの跡をつけていきます。古くなった金属というか、鉄棒とか物干し竿のような質感が狙いです。ウェザリング含め全てのエフェクトなどをかけ終わりまして、それ以外の部分も最終クリアに向けて研ぎ出しを進めます。ヤスリ跡をつけた部分を残してツヤ感を与えていくのでマスキングをします。まずここは完全なツヤ消しクリア、滑らかスムースを使いました。でこちらはツヤありクリアに添加剤でツヤ感調整したものをまず塗って、で後にコロガードを完全ツヤ消しに、主翼上面の方も同じよう塗り分けました。でデカールの上に貼るテープは十分粘着力を落としてから、また剥がす時もなるべく丁寧に行います。この辺もちょっとめんどくさいんですが、レドームを残して金属部分をマスキング、後ろの排気ノズルも同様にマスキングします。メインになる機体上面のクリアはクレオスの UV カットクリアをベースに艶消し添加剤を混ぜて調整したものを使いました。狙っていたのより少しテカテカになってしまったんですが、良しとしました。機体のツヤ感は今後まだまだ試行錯誤できそうな部分ですよね。でも嬉しくなってつい仮組み。ただもう少しツヤ感の塗り分けは続きます。機体仮面側などは上面よりツヤ感を抑えたクリアを使用。コックピットのアンチグレアは完全ツヤ消しにしていきます。グレーの部分はだいたい五分五分、ツヤ消しとツヤありクリアの中間くらいのイメージで調整しました。最後にプラ板から自作したギアドアを取り付けていきます。機体と同じグレーをブワーッと拭いて、タイヤはエナメルブラックを使用しました。ホイールはエナメル塗料を筆塗り、最後にアンテナやビーコンなどを取り付けて完成です。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。今回は金属表現をやりたかったのでこの時期にしてみたんですが、モヒカンもいいですし、仮面をグレーに塗った後のトライスターもいいですよね。塗り分けやマーキングなどは間違ってる部分もあるかもしれないので、これから作ろうと思っている方はいろいろ調べてみてください。キットの方もまた再販になったらいいななんて思ってます。ではまた次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。